多人数 PT 向け火力装備を紹介。お好みのが見つかるようわずかな違いの装備も紹介してます。体力減少、防御力減少などのスキルは避けた構成となっております。怪異連星は使用してません。なので怪異連星を使えばスキルは漏れます。使用しているお守りは、攻撃3、相当。なので、攻撃2スロット2、とかでも大丈夫。映像では、攻撃3スロット3、を使用しているが、スロット2は装飾品は使用していませんよ音符。渾身とフルチャージについて、多人数 PT では弱点を攻撃できるとは限らない。そのため渾身を使用して弱点部位以外でもダメージを上げるのに役立つ。また多人数 PT では狙われる頻度が低いためフルチャージの価値も上がる。フルチャージの効果は微妙ではあるのだが発動はしやすい。以上から、渾身やフルチャージの採用は多めです。バルファルク武器について、ちゃんと属性武器を持った方が、と思われるかもしれませんが、1、バルクは切れ味ケアがほとんどいらないので他のスキルが増せる。2、1もあって、竜の2倍を超える肉質、でなければほぼバルクの方が火力が出る、というのが現状です。1と2の結果から大体の場合において、氷武器の回転切りで272、バルクの回転切りで277、みたいな現象が起きてしまう。物理武器として優秀で何にでも感ある激高ラージャンと比較すると、怒り泡まといの三つ根の頭、水平で172。バルクだと同条件で182。といった具合でやはりバルクが勝つ。100ユースロの差によるもの、さらに同条件での尻尾の場合。3倍差とさらにラー武器有利なのだが、ラーだと127。バルクだと129。といった具合でこれでもバルクが勝つ。怪異連星でしっかりと組めれば属性が上回る可能性はあるものの、といった現状なわけ。怪異連星禁止の TA ウィキで体力が多いクエだと切れ味の都合もあってバルクばかりになるでしょうね。そのぐらいバルクが強い。では竜が通りにくいなら属性武器か、というと、金レイヤでどうにかなりやすい。ということで、これから紹介するバルク装備は金レイヤの持ち替えが可能。ただし持ち替える場合は秋スロに切れ味ケアスキルを採用した方がいいので注意。バルク火力特化型。渾身で会心率は上げているが柔らかい部位が攻撃できるなら当然そこを攻撃する。なので勝手についてきた弱点特攻1も地味に役立つ。愛機1と逆恨みも勝手についてきているもの。スロ4が1つ空いている。スロ1も2つ空いている。お好みでスキルを発動させてね。バルクかけり虫型。かけり虫使いが欲しいならこの構成。さっきの装備より連撃が低下。逆恨みと弱点特攻も消えている。火力は当然劣るが扱いやすくなっている。秋スロは4が1つ1が3つ。お好みでどうぞ。バルク回避馬撃型。馬撃は人気があるので紹介。ただし、多人数プト前提なので狙われる頻度は低い。さらに渾身とは少し相性は悪い。よって馬撃は相性がいいわけではないよ。わら。フルチャージも消えているので、馬撃チャンスは確実に成功させるべし。秋スロは3が1つ、1が1つ、金レイヤに持ち帰るなら3では達人芸には無理。人輪磨きが良い。バルク回避距離型。安全に不慣れなモンスターと戦うためのもの。回避距離2がある。とりあえず回避してしまえばほとんどの攻撃範囲外に離脱可能。渾身とは少し相性は悪い。しかし今までの装備にしても渾身の常時発動にはこだわる必要はない。攻撃を食らわないことが最も火力が出るのだから、秋スロは3が1つ、1が4つ、金レイヤに入れ替える場合の注意点。バルクの白は140、金レイヤは70、よって倍の差がある。ただし渾身中だけ切って達人芸にをつけたならば白114相当になる。バルクの140には届かないが、縦攻撃やジャスラでごまかせば、な感じ。ごまかし方。渾身が発動してないと火力も低下しやすい上に、達人芸も発動しにくい。だから渾身が発動していない時には縦で攻撃を開始するといった工夫をする。これにより渾身、切れ味どちらの問題も解消しやすい。
ここからは忍者心眼闇討ちの紹介。闇討ちについて、闇討ちはモンスターの半分より後ろから攻撃すれば発動する。例えば二足歩行の飛竜種の足だと、前方から攻撃しても発動する。カニは足の間に入っていれば前足を攻撃しても発動する場合もある。前方にいるように見えて発動するケースもある。闇討ちを使うだけなら忍者である必要はないのでは、という疑問。忍者だと会心率を上げる必要がないため闇討ち3が発動可能。忍者以外の武器だと闇討ち3の発動が困難で二度まりになりやすい。2と3で火力が大幅に変わるため、3を実用レベルで使えるのは忍者ぐらいなのである。怪異連星をかなり頑張れば、他の武器でも闇討ち3も可能性はなくはないのだが、ちなみにネイティブは注意。ネイティブの説明は闇討ち3が 1.12 倍となっている。わら。正しくは 1.2 倍ですからね。心眼について、青切れ味だと肉質37以下で心眼で火力が増す。とはいえ硬い部位を攻撃すればいいのではなく、肉質37以下だが37に近い、というのが理想。そして条件を満たせばバルク武器よりもダメージが出るのである。ただしバルク、金レイヤ武器は、より柔らかい部位を狙える時によりダメージを稼げる。また竜属性ダメージ、毒ダメージの上乗せもある。そのため忍者心眼闇討ちは、1、竜や毒が有効ではない。2、柔らかい部位に攻撃が届きにくい。3、肉質37以下だが37に近い数値の部位が、下半身にある。以上の全てを満たしたモンスターに強い、竜が通らなくても他の属性に負けるのでは、と思われるかもしれません。忍者心眼闇討ちの回転切りが176。一般的なスキル構成のフルフル回転切りは会心発生で159。一般的なスキル構成のライゼ回転切りは会心発生で156。足を切る場合だけなら属性武器よりダメージが出る。その上忍者会心が 100% に対して他武器は会心が出るとは限らない状態だということ。ただし、忍者以外であれば、弱点を攻撃できる時にはダメージを稼げる。忍者心眼闇討ちだと回転切りで161。足を攻撃するより威力低下。フルフルだと回転切りで241。ライゼだと回転切りで234。という結果になる。もちろん忍者以外は会心が出たならばの話だということ。よって神に関して言えば、ソロでも、忍者心眼闇討ちは一向の余地があるぐらい強い。神に限らず、多人数 PT となれば弱点を攻撃しにくいケースが増える。さらに怪異化モンスターの場合、肉質が微妙な怪異各部位でも、それなりのダメージを出しながら、爆発ダメも稼げる。以上のような条件下ではバルクや金レイヤ武器ではなく忍者を使用するのがいい。忍者かけり蒸し方。バルクと違い渾身やフルチャージもないので細かいことも気にする必要ない。かけり虫も3が発動できるので快適。腕に自信があるなら性能ないものの馬撃があるので発動させよう。アキスロは1が8つ。わら、忍者回避馬撃方。しつこいようだが多人数プレイなので相性がいいわけではないが一応紹介。かけり虫がなくなった代わりに回避性能3と馬撃3が発動。馬撃も2と3では効果に大きな差があるのだが、忍者だと3の発動が容易。馬撃を維持できれば紹介する忍者型では最も火力が出る。アキスロは1が8つ。忍者回避距離型。不慣れなモンスター用、回避距離2が発動している。挑戦者、フルチャ、連撃で火力を上げている。馬撃は勝手についてきたが、不慣れ相手用なので微妙ですね。わら。